善と悪の物語、ナイトガンダム、ラクロワの勇者。ナイトガンダムは、1989年、リアル闘神のガンダムをスーパーディフォルメ、すなわち、チビキャラ化することで生み出された SD ガンダムシリーズに、大人気のドラゴンクエストシリーズなどの要素を加えることによって生み出されたガンダムです。ナイトガンダムシリーズは、主に、カードダスでの展開を主体としつつ、ガチャポン、プラモデル、漫画、ゲームなど、様々な展開がされています。今回は、そんなナイトガンダムの中でも始まりの物語、ラクロワの勇者から、光の騎士までのジークジオン編について解説させていただきます。私はガンダムと申します。名前以外のことは何も覚えていないのです。ナイトガンダムは SD ガンダムシリーズの生みの親である横井浩二氏によって SD バリエーションの一つとして描かれたことをきっかけに一つのシリーズとして展開されたキャラクターであり、西洋の甲冑をまとい騎士の姿をした一つの生命体です。ナイトガンダムのモデルはガンダムマーク3であり、自分の名前がガンダムということ以外全ての記憶を失っています。今は昔どこかにあるというスラドアカワールド。そこには12の神がいて、その中に黄金神スペリオルドラゴンの姿がありました。かつてスペリオルドラゴンは古代神バロックガンとの激戦の末、バロックガンを封印したものの、走者であった勇者ガンダムを失い、意志、鎧、肉体の3つに分裂してしまいました。そこでスペリオルドラゴンの意志は新たなる走者として武者ガンダムの世界でガンダム軍に所属する8人の若武者の一人、武者ガンダムマーク3を選びました。マーク3はガンダム軍の中で一番強いとされる実力者ですが、誰よりも強き武者でありたいという志が強すぎるがゆえに、戦い方や刀に強すぎる殺気が宿っていたことから、敵対する闇軍団だけではなくガンダム軍団の仲間たちからも危険視される存在でした。その強さにもかかわらずガンダム軍の隊長となれないことから、ある日ガンダム一族に伝わる秘宝銀狼剣と白金の盾を盗み出します。逃亡の最中、闇軍団に遭遇し仲間になるように誘われますが、それを断り戦います。切り合いの中、突然の雷がマーク3を襲い、マーク3は跡形もなく姿を消しました。この雷はスペリオルドラゴンに封印されたバロックガンがスペリオルドラゴンを復活させないため妨害で行ったものでした。この妨害によってマーク3は善と悪2つの魂に分かれてしまいます。そしてマーク3の善の魂はナイトガンダムに転生し、悪の魂はサタンガンダムに転生しました。そのためナイトガンダムは正義感が強く弱者をいたわり、正しき心を否定する者たちとは誰であっても戦うという勇者にふさわしい性格をしています。武装はナイトソード、ナイトアーマー、ファイティングモーグル、そしてマーク3が盗んだ銀の盾が変異したナイトシールドを装備しています。ナイトガンダム物語は媒体によって流れが少しずつ異なるものの、大筋は同じになっています。ある日、とある山の山頂に古ぼけた城が出現して以降、各地でモンスターによる被害が続出するようになりました。そして空から現れた巨大な影が世界から人間を追放し、モビルスーツだけの世界を作ると宣言します。それはサタンガンダムでした。サタンの魔の手はラクロワ王国まで及び、モンスターによる被害が続出しました。しかしモンスターたちの被害と同時に、モンスターから人々を救う謎の騎士の噂がラクロワに聞こえ始めます。その騎士こそナイトガンダムでした。ナイトガンダムは記憶を失っているものの、唯一自分の名がガンダムであるということだけ記憶していました。ある時、ナイトガンダムはデビル王の娘フラウをモンスターから救います。そしてデビル王から岩に刺さった一本の槍デンジスピアを抜くように告げられ、見事これを引き抜いたナイトガンダムは真の勇者としてナイトの称号を授かり、ここで初めてナイトガンダムという名前になりました。デンジスピアは伸縮自在で雷の力を秘めているので放電攻撃も可能です。なお出力を絞れば照明代わりにもなります。ナイトガンダムは自らの出生の秘密とサタンとの因縁を感じ、デビル王からのサタン討伐の依頼を引き受けます。デビル王からサタンを倒すことができると言われている三種の神器の秘密が書かれた石板のかけらを預かり、さらにファイターガンキャノンと僧侶ガンタンクを仲間にし、共に三種の神器を集めてサタンを倒すために立ちました。道中で
ナイトアムロなどの仲間ができ、洞窟のダンジョンで石板のかけらを持つ一匹のスライムアッザムと出会い、完成した石板によってスライムは人間族のナイトセイラに戻りました。そして石板の力を解放したことにより、ナイトガンダムは三種の神に力の盾、霞の鎧、炎の剣を手に入れます。なお OVA 版ではサタンガンダムの圧倒的な力の前に危機に瀕しますが、石板の力で三種の神器を手に入れています。力を合わせてサタンを倒したナイトガンダムですが、サタンの正体ブラックドラゴンが現れ、再び危機に瀕します。ナイトガンダムの肉体は神器の力の反動で限界を迎えつつありましたが、再び三種の神器を装着し、なんとかブラックドラゴンを倒すことに成功するのでした。こうしてナイトガンダムたちはサタンを倒し、ラクロア王国に平和を取り戻したかのように思われましたが、サタンは肉体と魂を分離させて、肉体は炎の剣と一体になりドラゴンベビーを生み、魂は密かにガンキャノンに憑依していました。その後ラクロア王国に戻るナイトガンダムたちでしたが、王国は伝説の巨人によって破壊されていました。ナイトガンダムたちは伝説の巨人を倒すため、妖精ジムスナイパーカスタムとともに巨人の食い止め方を知る妖精族を探します。妖精キッカとの出会いを経て巨人を見つけたナイトガンダムたちでしたが、キッカが巨人は悪いものではなくただ眠りたいだけと話をしたので、倒す方法を探します。そんな中、神官マクベカッツェと呪術師メッサーラがマッドゴーレムを目覚めさせます。ナイトガンダムたちはマッドゴーレムを倒しますが、ジークジオンの魔力によって本物の巨人サイコゴーレムが目を覚まし、ナイトガンダムたちに襲いかかります。この時ナイトガンダムは炎の剣を失っており、サイコゴーレムに太刀打ちできませんでした。しかし真実の鏡の光に導かれて、妖精族に伝わる伝説の武器光の弓と矢を放ち、巨人は砂となって消えました。こうしてサイコゴーレムは一輪の花となり眠りにつくのでした。その後復興しつつあったラクロアで、ナイトガンダムはジークジオンの力で復活したモンスターファントムナイトサザビーと戦い重傷を負います。しかしカジやペムなどによってスーパーガンダムをモデルにデザインされた新たな鎧が作られ、これをもってナイトサザビーを倒しました。こうしてナイトガンダムにはデビル王からバーサルソードが贈られ、バーサルナイトガンダムと改名されました。その後ある日、ナイトアレックスとアルガス騎士団である剣士ゼータ、闘士ダブルゼータ、砲術師ニューの4人がナイトアムロに導かれラクロアを訪れます。歓迎の席でナイトアレックスが持つ伝説の導きのハープをフラウ姫が奏でると、勇者たちは光に包まれ決戦の地へ赴くのでした。激しい戦いを繰り広げ、高くそびえるティターンの画頭へ着くと、そこには復活したサタンガンダムネオブラックドラゴンがいました。ナイトガンダムはネオブラックドラゴンの攻撃を受ける中で不思議な因縁を感じ、攻撃をやめるよう説得します。しかし真の黒幕闇の皇帝ジークジオンが現れ、ネオブラックドラゴンもろとも攻撃されるのでした。その中でナイトガンダムとネオブラックドラゴンは光に包まれ、2人がかつて善と悪に分かれた一人のガンダムだったことを知ります。こうして2人は一つの存在になりますが、目覚める前にジークジオンの容赦ない攻撃を受けます。しかしそこにかつてジークジオンによって山猫の呪いをかけられたナイトシャアが現れ、サイコゴーレムの水晶玉を使ってガンダムの窮地を救いました。そしてガンダムはナイトスペリオルドラゴンとして復活し、ジークジオンを倒します。こうして戦いを終えたスペリオルドラゴンはスラドアカワールドの夜空を一条の光となって昇っていくのでした。余談ですが、ナイトガンダムシリーズのストーリーはアニメ、漫画、ゲームなどメディアごとに異なっていると指摘を受けることが多くなっています。もともとナイトガンダムは横井浩二氏の描いたイラストから発足されたことから、特に最初は細かな設定などは固まっていませんでした。しかしカードガスが人気を博し、4コマ漫画では情報量が足りなくなり、設定が定まっていない状態で様々なメディア展開を行ったので、後の資料との食い違いが多くなってしまいました。ただし SD ガンダムファンの間ではどう楽しんでもいい、 SD ガンダムは自由であるという決まり文句があるので、プラモレジェンド BB 内の漫画で
ナイトガンダムの趣味がデジタルイラストになっているからといって気にしてはいけないとも言われています。2022年にはシード系モビルスーツを出体にすると思われる SD ガンダムワールドヒーローズ外伝作品ザ・レジェンド・オブ・ドラゴンナイトが公開される予定であり、ナイトストライクガンダムやウォーロック・イージスガンダムがキービジュアルとして公開されています。機動戦士ガンダムシードが映画化されることが決定しているので、もしかすると映画登場予定の新機体も出てくるかもしれません。皆様もぜひご覧になってはいかがでしょうか。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。